第2回です。ヒーローズ変更編ですね。準決勝は10分後に行われるチャオ。時間になったらゲートに集まるチャオ。すごいよソニック。いつの間にそんな技を覚えたの？それが地上最速の走りってやつか。お前は見せてもらったよ。確かに普通に走れば速いかもしれんな。だがエクストリームギアに乗るとなったら話は別だ。ギアは風と一体になれたやつが一番速い。翼のないお前じゃ風はつかめないぜ。せいぜい地面に這いつくばって頑張りな。何なんだあいつは。さあな。ただあいつの自信はソニックもジェットも割と相手の認めるべきところは認めてるのがいい関係ですよね。またこんな感じの会話が聞けると思うと楽しみです。ごめんソニック。僕がまだボードの性能を 100% 引き出せてないから。ヘイテイルス、お前のせいじゃないさ。悔しいけど相手のメカニックはすごいセンスを持ってる。ソニック、きっと相手のギアの速さの秘密を見つけてくるよ。今回使うのはテイルス。ウェーブが結構速いため、序盤はリングを集めてレベルを上げることを優先したいですね。スタート直後ジャンプ台がありますが、分岐はないので飛び方はご自由に。飛んだ先はカーブがあるので、苦手な人は先行させてタービュランスに乗るのも手です。まあ、カーブはこのゲームでは結構大事なので、そろそろ慣れてほしくはありますが、利用できるものは利用するのも大事といえば大事ですからね。ちなみに、タービュランスのせいで、分岐で好きな道に行けない可能性があるので対処を教えますが、L と R を同時押しで抜けることができます。非常に大事なので覚えておきましょう。ムカデで登った後に、通路を抜けると、右に、フライ用のリングが、入り方は、ハーフパイプのところに走っていって、リングの少し前で上がれば、普通に行けます。ジャンプは不要です。その先のジャンプ台ですが、高く飛ぶと、大幅なショートカット、必ず、スティックを下に入れましょう。前に飛んでしまうと、回り道した上で、もう一度ジャンプ台を使うので、かなりロスです。これを知らないと、まず勝てないでしょう。1周目解説間に合いませんでしたが、このカーブエリアの先の3つの分岐は、フライパイプなら、真ん中から飛ぶべきですね。それ以外だと、左の方が多分短いのでいいかな。リングやエアーは、左右に同じぐらいあるので、わざわざ遠回りする必要もないです。そういえば、レベルアップするごとにダッシュした時の攻撃が変化しているのに気がつきましたか？今作は、シリーズ通して、一番バリエーション豊富となっており、レベルごとに全く違う攻撃をしてくれます。せっかくなのでまとめようと言いたいのですが、正直取るのが大変すぎて無理でした。気になる人は自分でプレイしてみましょう。そのつながりで話したいことがあって、実は、今作には、エッグポーンみたいなコンパチキャラがいるのですが、これも実は2種類存在し、その2種で、攻撃モーションが全部違うという凝りようです。力が入りすぎていますね。テイルスの攻撃は、見ての通り、電撃系、レベル2は、コンセントおむちのように、レベル3は、直接相手に刺して流し込む、結構物騒な攻撃です。これまでは風属性だったのですが、まあ、風がもっと似合う存在がいますからね。この変更は仕方ない。ついでにですが、いろいろ作品見ても、テイルスの攻撃って結構安定しないんですよね。爆弾だったり銃だったりと武器らしいものを使うこともあれば、風を起こしたり、たまにスパナで攻撃したりと武器だけじゃなくて、何かと、作風の被害で、いろいろと、設定とかがブレている印象がありますが、攻撃に関しては、個人的には、スパナが、一番しっくりきます。あ、間違えて下に行ってしまった。ちょうどいいので見てみましょう。こんな感じで、胴回りに、ジャンプ2回分のおかげで、エアーは少し稼げるかも。レースもいよいよ大詰めチャオ。激戦を勝ち抜いてきた勇者たちが今や遅しと出番を待っ
ソニック R から見てれば、何を今更と言ってしまいそうですが、手段を問わないとか、何気にとんでもないこと言ってません。その程度の実力でよく決勝まで登ってこられたな。今度は負けないぜ。それでは決勝戦を始めるぞ。ジェットに勝つことが条件ですが、カッコ書きされているように、1位になるのが必須です。一緒に走るテイルスとかは、1位の場合でも失敗なので注意。スタートしたら右に向かいましょう。リングやアイテムが拾いやすいので、おすすめです。曲がって、すぐにダッシュパネルが見えますが、これには乗らないでください。アイテムとかが、ほぼない場所に行きます。ある方に行ったのに、リング1枚しか取れてないですね。着地後はグラインドレール狙いで、失敗しても流差で流されないように、できる限り左に進みながらブーストです。倒れた柱で飛ぶと、上に行って、上のジャンプ台から飛ぶと、遺跡内部も上ルートに行けますが、柱のジャンプが非常に難しくミスしやすいので無視でいいです。遺跡内部は最初左に行くとレールがあるので、これで上に行って、先のジャンプ台も使うとエアーが稼げます。苦手な人は普通に真ん中を走りましょう。最後のカーブはインコースで曲がれるといいですね。先の弓のような装置に乗ったら、スティックを回転がうまくいっていると、コロシアムの屋根の方に行けます。足りない場合は、少し手前に落ちます。右に向かっていますが、2周目ぐらいなら、もう左でもいいかも。まあ、そんなに変わりませんので、走りやすい方で良いと思います。流差のところですが、これ内側の方を抜けたら早いのではと思う人は多いと思いますが、やめましょう。流れが強く、ほとんどの場合は落下してしまいます。外側から入ればせき止めてくれる、そのための柱です。遺跡内部で一番下に落ちてしまった場合の話なのですが、下の段にもジャンプ台のようなものがあります。これでジャンプしても、角度が急すぎるためか、トリックできません。気になるところですが、無視しましょう。最後のカーブですが、周回ごとに2個石像が増えていくので、ぶつからないように注意。今までと違って、珍しく周回ごとに変わる場所となるため、忘れないでおきましょう。3周目ですが、コース解説は終わりましたので、タービュランスの話でも、そもそも、タービュランスの発生条件は、ブーストをした時で、自分より、後ろのキャラは乗って移動できます。乗っているだけで、通常より素早い上に、左右から飛び出るように勢いよく飛ぶと、その場でトリックし、エアーも回復します。逆転のチャンスですね。そんな感じで、発生させる位置は気をつけたいですね。妨害向きの使い方としては、分岐点の入り口付近とかで発生させることで、相手が困ることも、先ほどのレースで話したように一応 LR で抜けることができますが、その際にも少し位置がずれますからね。違う道に行ってくれれば、そもそも利用もされないので、どっちにしろ有効です。初のエアー切れた場合は、キャラが自分の足で走ります。ソニックは、こっちの方が速いんじゃと言いたくなりますが、ちゃんと加減してるのかボードの方が速いです。おや、ゴールしてないのにレースが終了してしまいました。ウェーブが細工したおかげで、ソニックが事故に、手段は問わないと主催者が言いましたからね。これも立派な勝ち方です。お前には地面がお似合いだな。ジェットが優勝したことで、カオスエメラルドは、バビロン盗賊団のものに、何か持っているものに連動して動き始めました。
バビロンガーデンか。バビロンの財宝はわしがいただきじゃ。エミーが片手でずっと捕まっているという、よく見るととんでもないシーン。テイルス、ナックルズ、エッグマンを追うぞ。見つけた。待ってソニック、これを使って。こんなこともあろうかとこっそりと用意しておいたニューギアだよ。やるじゃないかテイルス。サンキュー。決勝から急遽追いかけてるのを見ると、その間に開発している時間はなさそうだし、なぜ大会で出さなかった？話の都合というのは抜きにしておくとして、真面目に考えるなら、完成が決勝少し前で、テストが済んでなかったとか、そんなところですかね。貴様じゃ追いつけない。邪魔だからどいてろ。それはどうかな。見せてやるぜ。今までに体験したことのないスピードの世界を。ヒーローズ編最終レースです。バビロンガーデンは、今までと比べると、かなり落下しやすいコースなので、しっかりとドリフトとかで曲がっていきましょう。スタート直後、真正面にパワータイプでしか壊せない障害物があるので、最速で出た場合は注意。遅れた場合は、だいたい CPU のロボが破壊してくれます。落下後は、正面に進むと、パイプ状の壁があります。これで飛び上がって、そのままグラインドレールに乗れるので、エアーを補充しておきましょう。分岐は、一番左に行くこと。ただし、遅れていて、すでに壊されている場合は、一番右のパワーのルートもありです。左の風の道に行きます。エアーは、最低限あれば大丈夫。少ない場合は、壁から飛び出すと、トリックするので、これで回復可能です。このスティック回しパートが終わったら、左側にグラインドレールがあります。普通に通り過ぎないようにしましょう。カーブを普通に曲がるよりも、エアーの消費が抑えられるので、使いたいです。今回は1位じゃないので見れませんでしたが、グラインドレールが終わった少し先の床は、爆撃されて崩れるので注意。ジャンプ台の方から飛ぶと、空中に100リングがありますが、今回は、タービュランスもあってタイミングがつかみにくかったので、右から進みます。最後のジャンプ台ですが、下入力で上に行けます。しかし、上に行くと、もう1回ジャンプ台を使うことになり、それを考えないとしても、少しだけ拘束時間が長いです。よって、高いランクを出さなくてもいいので、下ルートを通る方がいいと思います。下ルートは3つの分岐です。左右に違いはありません。遅れていて、中央のパワーの道が開いていたら、そこから行くとスムーズですが、左右から出れば、1周目の最初のジャンプ後と同じ場所に行きます。エアーが極端に足りない場合は、グラインドができる左右のルートで補充しましょう。見ての通り、道中で、エアーは割とどうにかなりますがね。まあ、さすがに、パワーの道の入り口で半分切ってたら補充できるルートに行った方がいいです。負けてはいますが、まだ逆転の手はあります。先ほど取っていない100リングですね。今度こそ取ります。よし、あとは、この先のストレートで一気に前に出たいですね。CP が上に行ってしまったので、パワーの道は閉ざされてますね。しかし、今回は、レベルが高くスピードも出るので、自力で破壊してしまいましょう。今更ではあるのですが、パワー系のオブジェクトは、道の途中にあるものが破壊できないものに、道を塞ぐ入り口に当たる壁は、実は、それ以外のタイプでも破壊可能です。ぶつかって減速はしてしまうものの、レベルが高い時とかだと、その後ブーストで走れば取り返せます。これは、シリーズ通して使えるので、覚えておきましょう。そんな感じで、うまいこと抜き返しました。あとは、レベル3の速度で逃げれば問題なく勝てそうですね。ヒーローズ編最初と最後で大活躍だった100リングですが、全コースにあるみたいです。ただ、一部見つけてなかったり、あっても、レース中にうまく取りに行くのが難しくて紹介してない場所もあります。敵が強い場所に限って取りやすいようになっているのは救済措置なんでしょうかね。おかげで、攻略としても、再現性がある程度あるものにできたと思います。これでヒーローズ編クリアです。
ライダーズシリーズは複数視点のシナリオとなるため、ここで半分ぐらいですね。本編だけでもまだまだ続きます。翼なんかなくったって風にはなれるさ。わい。冒頭ジェットが言っていたことに対して、結果で返して言い返すのがいいですね。待て、そこまでだ。待て、これを見ろ。それでいい。良いか、そのままじっとしてるんじゃぞ。今だ。この風が見切れるかな。何？どこだい？ I'm here。そうか、人質がいるなら一緒に吹き飛ばしてしまえば解決ですね。ほらよ、返すぜ。ふざけるな。俺はお前との勝負に敗れたんだ。お前に情けを受ける理由はねえ。何言ってるんですか。いらないって言うんだからもらったまあでしょ。情けというよりかは、だからエッグマンが持っていても問題だし、かといってソニックたちが持つ理由もなかったのでね。さてと、俺たちは行くとするか。何か忘れてませんか？ソニックエミひどいじゃない。私がいたのに突っ込んでくるなんて。いや、エミだったら大丈夫かなって思って。心配してあげてとは思いますが、単身エッグモービルに捕まって乗り込んできたぐらいなので、まああれくらい大丈夫ですよね。ソニック、こうでばかりは許さないんだから。これだけ元気なら一人でエッグマン倒せたのでは？ということで、残りはスタッフロールです。いや、ライダーズは、やっぱり熱いところとギャグが良い感じに入っていて、短いながらもシナリオがいいですよね。クロスワールドでも、ジェットとソニックのやりとりが楽しみです。ちょっと気が早いですが、今回は、第1エンドってことで、まだ音楽も特殊じゃないです。そこで、クリア後解禁できるコースとギアを紹介しちゃいましょう。じゃあ紹介いきますね。今回使うキャラはうらら、スピードタイプですが、専用ギアで、特に個性的な動きはないので、スケートギアを使ってもらいます。スケートギアの特徴ですが、燃費がかなり良く、エアー不足になりにくいです。一応、デメリットとして、トリックジャンプのタイミングが結構シビアになり、思った分岐に飛べないことも、使うときはいつも以上にギリギリでジャンプすることを意識しましょう。コースは、セガカーニバル、セガのお祭りコースですね。最初のジャンプで、リズムマーカーの中央を通るとリングがもらえます。ぜひ狙ってみましょう。最初のロングジャンプは、上入力で上に、それ以外で下に行きます。上の方はいいですが、タイミングはシビアです。スピードタイプ、フライタイプの場合は、左側の壁からジャンプするとギミックにアクセス、エアーを稼ぎつつ進めます。大砲で飛ぶと、ナイツゾーンに、スティック回し以外はやることないです。モンキーボールエリアは、上の足場を渡っていき、最後のゴールゲートを通れば10リングもらえます。途中あるボーリングのピンは、パワータイプでのみ破壊可能。その先のクレイジータクシーエリアは、左側から行くとタクシーに乗れますが、これは、また、別の州で使います。ジャンプ台がありますが、下入力のジャンプでギリギリから飛ぶとショートカットになります。ぜひ成功させましょう。スタート直後の場所ですが、スピードタイプなら、グラインドレール2本乗り継ぎ、パワータイプなら、正面のドアを壊してショートカット可能です。フライタイプは特にないです。次のジャンプ台ですが、今度も下に行きます。上は最後のお楽しみです。今度は右に行きますが、右側は手前の方にパワータイプで壊せる扉があり、少しだけ速くなります。それ以外だと遠回りですね。モンキーボールエリアの最初の足場の終わりで右側にジャンプすれば、
フライタイプの場合はダッシュリングに入れます。ただ、手前にダッシュパネルがあるので、少しタイミング調整が難しいです。セガイリュージョンですが、見ての通り、オールスターレーシングと違ってクレイジータクシーが入っているのがいいですね。ソニックチームの作品でもないのに、この扱いですよ。素晴らしい。ちなみに、もう一個セガコースがありますが、それは、もう一つのエンディングを見た後のお楽しみです。そういえば、今右で解禁情報が出てますが、クリームとかシャドウを見たいという人もいるかもしれません。これに関して、ですが、どこかで見れるのでご安心を。実は、ソニックライダーズシリーズはボイスが流用されており、各作品でミッションモードやコースやギアの紹介を含めれば、主要キャラ以外を使う機会も回ってきます。まあ結構待たせてしまう場合がありますけど、そこは楽しみにしていただければと思います。先にご挨拶、ご視聴ありがとうございました。次回は、ライダーズの主人公とも言えるバビロン編です。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いしますね。タクシーに乗せてくれるのはアクセル。オールスターレーシングには参戦しなかったキャラですね。こっちの方が知っている人が多いかも。タクシーの場合は、下ルートになるものの、リングもエアーも消費せずに長距離移動できるので結構便利です。一応覚えておいて損はないですね。それでは、また次回お会いしましょう。